はい、地球ども系南條です。今日もとくん来てくれてます。はい、お願いします。お願いします。引き続き VZ シャーシですよ。こちらの紹介をしていきたいと思います。今回この VZ シャーシの前回比較をさせてもらったんですけども、VS シャーシとね、今回はここはですね、穴が6箇所新しく開いておりますので、言ったら FRP がどんな付き方をするのかっていうのをご紹介できたらと思います。なんで今回使う FRP が9種類ご用意しました。メインで使っていくのはこれぐらいじゃないかなと思うものを用意していますので、そこら辺をお楽しみにしてもらえたらと思います。はい、それでは早速いきたいと思います。マルチワイドステ AR シャーシ用のフロントワイドステ、これがフルカウルミニ四駆タイプのフロントワイドステで、これがスーパー X シャーシ FRP マルチ強化プレートで、こっちが、FRP 強化マウントプレートセット、こっちが、FRP のマルチワイドリアステ、AR シャーシの FRP リアワイドステ、でこっちがスーパー X シャーシ FRP リアローラーステになってます。でこれが最近出た、ブレーキの FRP となっています。でこれらを全部フロントにつけるとどうなるかっていうのをお見せできたらなと思います。まず FRP のマルチワイドステなんですけども、これをつけようと思うとここは段差になっているので、これはちょっとなんか段差が引っかかってちょっとガタつくので、なのでちょっとこれを避けるようなところでいくとこんな感じかなと。これで止めていきたいと思います。その改造の種類によってはだからここら辺でつけてもいいのかもしれないですけどね。でちょっとここの段差は無視した無理やりつけた感じとちょっと避けた感じでちょっと2つお見せできたらと思います。主にこの4箇所になります。出っ張ったところを、ボディを止めるとこなんですけどね、ここを避けて止めるとここの4箇所にぴったり合うようになってます。では次この出っ張りをちょっと無視して手前にしよう。でも本来は多分ここの場所が正解なんだと思うんですけどね。この出っ張りを無視してつけるとこんな感じになります。ただこうするとプラスチックのボディがつけられなくなるので、これをする意味があるかどうかってとこですけど、タイヤが当たっちゃうんじゃないかな。でもタイヤ当たらないですね。台形も当たらない。こんな感じです。続きましてAR シャーシの FRP フロントワイドステを取り付けていきます。これも同じように真ん中を避けるようにすると、これは2点でしか止められないんだな。この2箇所だけです。これも同じでこの出っ張りを無視してちょっと下に下げて取り付けるとどうなるかやってみたいと思います。この2点だけっていうのはちょっと心配だよね。でもここにすると合うところがないですね。ってことはやっぱこの位置だけなんだ。この位置だけが合うと。続きまして、FRP のフロントワイドステのフルカウルミニ四駆タイプの、よく弓プレートとか言いますけど、この弓プレートで見ていきたいと思います。これもこことここしか合わないんだな。はい、この2箇所です。この子に関してはこうだろうと僕も思っていた思っていました。こんな感じですね。これが一番気になっておられる方も多いと思うんですけども、スーパー X シャーシ FRP マルチ強化プレートの取り付け位置です。AT という改造方法がありまして、それにはこのプレートが欠かせないんですよ。で大事なのがこの場所なので、この2点が取り付けられるっていうのはすごくいいことかなと思います。こんな感じです。この FRP が自由に使えるっていうのは、これはポイントがかなりでかいと思います。他にもこんなところも穴がぴったりになっています。続いてですね、 FRP 強化マウントプレートセットの位置を確認したいと思います。ここだ。はい、これは簡単にここです。こういう感じで取り付けれることができます。はい、続きまして、これ普段リアに使うんですけども、 FRP マルチワイドリアステですが、これを上からつけるという話ではなくて、これをちょっと裏返して下につけてみたいと思います。こっち側に利用する方が多いと思うので、ここの幅はかなりぴったりなんですけど、ここの丸みをちょっと削った方が
穴の合いはいいかなと思います。おそらくなんですけど、まだ僕ものを見てないのでわからないんですけど、 VZ シャーシ専用の FRP が出るそうなので、そっちではここの丸みがなかったはずなので、はい、平らだったはずなので、それに合わせてるのかもしれないですね。まあ強引に行こうと思ったら、穴の合う箇所はこことこことここと、ちょっと止められないので、ほんと1ミリもないぐらいのほんとギリギリって感じです。でこの4箇所で止めることができます。なんで新しい FRP に行きたいというところじゃないですかね。はい、AR シャーシ用の FRP のリアワイドステを使っていきたいと思います。これはなんかぴったり合いそうだな。やっぱこうやってつけて思うのが、つくづく思うのが、この FRP をつけるための加工がいらなくなっているっていうのは本当に便利だなと、ありがたいなと、思います。ここの加工が結構大変だったので、で一応ついているので、もしかしたらさっきの FRP のマルチワイドリアステですよね、こちらの。これもだからもしかしたら個体差でつくつかないがあるのかもしれないですね。だからこれ同じ FRP でもつけやすいとかつきにくいとかあるかもしれないです。どっちにしてもここの丸みの部分が悪さをしているので、ここをヤスリでちょっとだけ削ってあげればつけれるようになると思います。だからここはちょっと埋めてあげないといけないですよね。さっきのもそうですけど、ここにちょっと FRP をちょっと貼っつけてあげて、ブレーキを貼る面積を広げたりとか、そういった工夫はあってもいいんじゃないかなと。ただ裏が4点でビスで止めれるっていうのは本当にでかい。次はスーパー X シャー仕様の FRP のリアローラーステをつけていきたいと思います。これもちょっと強引な付け方になるので、穴が合いそうなところをちょっとビスでこうマークつけるだけにします。この4箇所で止めることができます。だからリアで使う FRP は全部こうやって4点で止めることが、ちょっと加工は必要ですけどできるんじゃないかなと。ちょっと補足で言うと、これもうちょっとだから本当加工前提ですけど、もうちょっと下に下げると今度はこことここで穴が開います。こうするとここの穴は使えなくなっちゃうんですけどね、ここまで持ってくることもできるということです。これが、FRP のマルチワイドリアステだとちょっとずらしたら全然穴が合わなくなります。だからやっぱこの4箇所なのかなっていう、さっきの紹介した4箇所で、この AR シャー仕様のリアワイドステも、これもちょっとずらすと合う穴がこことここが合うといえば合うんですけどね、干渉する部分が多いので随分加工が必要なんじゃないかなといった印象です。はい、じゃあ次で最後になります。 FRP のリアブレーキステセットです。なるほど。これはここの幅にもともとあんまり合ってないです。かなり強引に押し込んだらいけるかもしれないけど、さっきまでのと違って全然買った。これはやめた方がいい。やめた方がいいですね。普通にはつかなそう。普通にはつかなそうですね。でちょっと加工すれば穴が合う場所は、この4箇所になります。やっぱりブレーキ用の FRP なので、ここの面積はすごく稼げてるんですけど、ちょっとつけるのが難しそうな印象です。やっぱりちょっと削ってあげないとつかないのかなという、そういった印象です。加工前提で取り付け、そう加工前提で取り付けは可能です。今のリアステの FRP をちょっとつけてみて、こんな風にちょっと擦れて傷ができてるの分かります？やっぱり本当にぴったりって感じです。なんか隙間なくぴったりくっつくので、ちょっとここに傷がついちゃうので、さっき言ったここの丸い部分とここの横をわずかに削ってあげた方がいいのかもしれないですね。ここにね、本当にぴったりなんで、こんな感じで止められるんで、悪くはないとは思うんですけどね。はい、以上こんな感じで9種類の FRP をちょっと取り付け位置を確認してみるような、そんな紹介をさせてもらいました。はい。一番いいなと思うのが、このシャーシの加工なしで FRP をちょっと加工すれば大体取り付けれるんじゃないかなっていう印象だったので、そうですね。すごく改造はしやすくなってるんじゃないかなと思います。でやっぱりシャーシを切るっていうのはちょっと怖いんでね、そういうのがなく、FRP がいろいろ付けれるんじゃないかなっていうのがすごく可能性を感じるような、これがですね、発売日が3月3日です。
まだもう少し皆さんのお手元に届くのは時間かかりますので、この動画をね見て楽しみにしてもらえたらと思います。で地球道模型にですね、この VZ シャーシとあとこの FRP 全部置いておきますので、いろいろ当ててね、検証もぜひぜひしてみてください。でお店が遠くて行けませんよという方はコメントで聞いていただければ極力お伝えできることはしようかなと思います。コメントに画像って貼れるんだっけ？貼れないんで、そういう時には投稿ね。なるほどなるほど。などでお返事できればいいかなと、思いますので、もう皆さんの少しでもお役に立てればと思っておりますので、ぜひぜひコメントもお待ちしております。面白いと思った方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。楽しみにしててください。3月3日でございます。